人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。各々の人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事採用が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめに SUP サップ中に遭難する事象とは。 SUP スタンドアップパドルボードは水上で楽しむアクティビティの一つで、ボードの上に立ってパドルを使って進むという体力とバランスを要するスポーツです。 SUP は穏やかな湖や海で行うことが多いですが、予期しない環境の変化やトラブルが発生すると遭難状態に陥ることがあります。海や湖での SUP 中の遭難はエンジンの助けがないため、自分の力で戻れなくなる場合や気象条件が悪化して漂流してしまう場合が多いです。 SUP 中の遭難とは以下のような状況を指します。風や潮流に流される SUP は風や潮流に非常に影響を受けやすいため、特に風が強い日や潮流の速い場所では岸から遠ざかってしまうリスクがあります。パドルや装備の紛失パドルが海や湖に落ちてしまい、ボードを操縦する手段を失うことがあります。またリーシュコードが外れることでボードから離れてしまうこともあります。気象条件の急変、天候が急激に変わり、強風や雷雨、高波が発生する場合、 SUP 上でバランスを保つのが難しくなり、危険な状況に陥ります。体力の限界、長時間のパドリングや直射日光の下での活動によって体力が消耗し、動けなくなることがあります。方向感覚の喪失、特に広い海や湖で目標となる目印がなくなると、岸や安全な場所に戻るための方向感覚を失い、漂流してしまうことがあります。 SUP 中に遭難した場合、通常のボートやカヤックとは異なり、エンジンやカバーがないため、体力とスキルだけで状況を乗り越える必要があります。風や潮流の影響を受けやすいため、しっかりとした準備と判断力が求められます。2、世界各地での SUP 中の有名な遭難事例。事例1、ハワイワイキキ。2018年ハワイのワイキキビーチで SUP を楽しんでいた観光客が突然の風に流され沖合に出てしまいました。彼女はパドルを失い、 SUP ボードだけにしがみついて漂流しました。幸運にも1時間ほど漂流した後に近くを航行していた船に救助されました。この事例では風の強さを過小評価した結果、危険な状況に陥ったことが分かります。事例にカリフォルニア・サンタバーバラ。2019年、カリフォルニア州サンタバーバラでは2019年に SUP 中の男性が強風に煽られパドルを手放し漂流した事件がありました。彼は泳いで岸に戻ろうとしましたが、体力が尽きてしまい、最終的には海上保安庁に救助されました。風と波に対する適切な対策を取らなかったことで遭難につながった典型的な例です。事例3、ニュージーランドワイカト。2020年ニュージーランドのワイカト川で SUP を楽しんでいた2人の若者が急流に巻き込まれ流されました。川の流れが急で制御が効かなくなり、途中でパドルも流されてしまいました。最終的に川下りをしていた別のボートに救助されましたが、この事例では川や湖での SUP の危険性が強調されました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、30代男性。遭難期間2時間。30代の男性がハワイで SUP を楽しんでいた際に風に流されて沖に出てしまいました。彼はボードにしがみつき、体力を温存しながら助けを待ちました。2時間後に救助されましたが、
冷静にボードにしがみつきパニックに陥らなかったことが生還の鍵となりました。2、エピソード2、40代女性遭難期間4時間。40代の女性がカリフォルニアのビーチで SUP をしていた際に風に流されました。彼女は最初に泳いで戻ろうとしましたが、体力が尽きたためボードに戻り漂流しました。4時間後に救助されましたが、体力を温存するために無理をせず漂流を選んだ判断が生還につながりました。3、エピソード3、20代カップル遭難期間5時間。20代のカップルが川で SUP を楽しんでいた際に急流に巻き込まれました。彼らはパドルを失いましたが、互いに励まし合いながらボードにしがみつき救助を待ちました。5時間後、他のカヌー愛好家によって救助されましたが、協力し合い冷静に行動したことが生還の決め手でした。4、エピソード4、30代男性遭難期間8時間。30代の男性が SUP で海上を進んでいた際に方向感覚を失い8時間漂流しました。彼は携帯電話が水没して使用できず、風に流され続けました。最終的に漁船によって救助されましたが、体力を温存し救助を信じて耐え続けたことが生還の要因となりました。5、エピソード5、50代男性遭難期間1日。50代の男性が湖で SUP 中に風に流され一日中漂流しました。彼は救助信号を送る手段を持っていなかったため、ボードにしがみついて耐えるしかありませんでした。翌日、他のボートに発見され救助されました。ボードから離れなかったことが彼の命を救う鍵となりました。6、エピソード6、40代女性遭難期間2日間。40代の女性が川で SUP をしていた際、急流に流されました。彼女はボードと共に川を降りながら途中で安全な場所を見つけ、そこに避難しました。2日後に捜索隊に発見されましたが、冷静に避難場所を見つけたことが生還の鍵となりました。7、エピソード7、30代男性遭難期間3日間。30代の男性が遠洋で SUP をしている最中に天候が急変し3日間漂流しました。彼はボードの上に身を隠しながら救助を待ち、食料や水を持っていなかったため雨水で水分補給をしながら耐えました。3日目に漁船に発見され無事救助されました。海水を集めて飲んだ彼の工夫が生還につながりました。4、事象を克服する技術と方法。1、風や潮流に逆らわない。 SUP で遭難した際、風や潮流に逆らって無理に漕ぐのは危険です。風や潮流に乗って漂流しながら無理に体力を消耗しないことが重要です。エピソード1やエピソード2のように体力を温存しながら漂流することで救助までの時間を生き延びることができます。2、ボードにしがみつく。ボードは浮力を持つ最大の救命具です。遭難時には絶対にボードを手放さずしっかりとしがみつきます。 SUP ボードは浮力が。4、事象を克服する技術と方法続き。2、ボードにしがみつく続き。 SUP ボードは漂流時の最大の浮力サポートです。エピソード5の50代男性が実践したようにボードにしがみつき続けることで自分の浮力を確保し体力の消耗を防ぐことができます。特に海や湖の水温が低い場合、ボードの上で休むことで低体温症を予防することもできます。3、適切な防寒具の使用。海上や川では天候の変化に対応するために適切な防寒具を持っていることが重要です。エピソード6やエピソード7で見られるように、特に夜間や天候が悪化した場合、防寒具を使って体温を維持することで低体温症から自分を守ることができます。水に濡れても保温性を保てるウェットスーツやドライスーツを着用することが推奨されます。4、救命道具を持参する。遭難時に備えて救命道具を持参しておくことは重要です。ホイッスル、発煙筒、反射ミラー GPS 機能付きの携帯電話や無線機を携帯しておくことで救助隊に自分の居場所を知らせやすくなります。エピソード4の男性のように通信手段が失われることもあるため、
複数のシグナル方法を持っておくと良いでしょう。5. パドルの紛失を防ぐ。パドルが SUP での移動手段の中心です。パドルを失うことが遭難の直接的な原因になることが多いため、リーシュコードでパドルをボードに固定するか、自分に結びつけておくことで紛失を防ぎます。エピソード2のようにパドルを失ったことで移動が制限され、遭難が長引いた事例があるため、事前にパドルの管理を徹底することが大切です。6. 水分補給を確保する。長時間漂流する場合、水分補給が生存に不可欠です。エピソード7の男性が実践したように、漂流中に雨水を集めて飲むことが有効です。海水を集めるための容器やビニール袋などを持参すること、または口を直接点に向けることで水分を確保できます。海水は絶対に飲んではいけないため、淡水を確保する技術が必要です。7. 風向きと潮流を見極める。遭難時に無駄に体力を消耗しないために、風や潮流を見極めて進む方向を決めることが重要です。風が岸に向かって吹いている場合や潮流が岸に向かっている場合は、逆らわずに流されることで安全な場所に戻れる可能性が高くなります。風向きが逆の場合、体力を温存しながら救助を待つ方が賢明です。8. 自己位置確認の技術。 SUP で遭難した際には、自分がどの方向に流されているのかを把握することが重要です。海や大きな湖の場合、目立つランドマークを見失うことがあります。そのため、コンパスや GPS 装置を使って方角や自分の位置を確認できるスキルが必要です。これにより、どの方向に進むべきか判断ができます。9. 協力して行動する。遭難時には他のサップライダーやボート乗りと協力して行動することが生存につながります。エピソード3のカップルが協力し合って救助を待ったように、複数人で行動している場合は互いに励まし合い、情報を共有しながら救助を待つことで精神的な安定と安全を確保できます。10. 携帯型のソーラー充電器の活用。携帯電話や GPS 装置が遭難時に非常に重要な役割を果たしますが、長時間の漂流ではバッテリーが切れるリスクがあります。そのため、小型のソーラー充電器を持参しておくと、電源が切れることなく通信手段を維持することができます。エピソード4のように、携帯電話が使えなくなるリスクを防ぐための準備が重要です。11. SUP ボードを視認しやすくする工夫。 SUP ボードは水上での目印として非常に有効ですが、視認性を高めるためにカラフルな旗や反射素材を装備しておくと、救助隊に発見されやすくなります。特に夜間や曇天では視認性が低下するため、 SUP ボードに発光するテープやライトを取り付けることで安全性を高めることができます。5. ユニークな提案。1. 自動膨張式のライフジャケット。 SUP は動きが激しいアクティビティですが、動きを妨げない自動膨張式のライフジャケットを装備することで、遭難時にすぐに浮力を確保できます。これにより、ボードから落ちてしまった場合でも自動で膨らみ、浮かぶことができるため、安全性が向上します。2. 防水ドローンの活用。最新技術として防水ドローンを活用することも考えられます。ドローンを使って上空から周囲の状況を確認し、岸や救助船の方向を特定することが可能です。また、ドローンに GPS 機能を搭載しておけば、自分の位置情報を他者に伝えることもできます。3. ポータブル脱水機。 SUP での遭難中、長時間水に浸かっていると体が濡れて体温が奪われます。ポータブル脱水機を持参することで、濡れた衣類や装備を素早く乾かすことができ、低体温症を防ぐことが可能です。特に夜間や風が強い場合、乾燥した状態を保つことは命に関わります。6. 励ましと具体的なアドバイス。 SUP 中の遭難は自然の力に翻弄される恐怖と不安を伴いますが、最も重要なのは冷静さを保つことです。まず、風や潮流を見極め、自分の位置を把握し、無理にパドルを漕がないようにしましょう。ボードにしっかりとしがみつき、
体力を温存することが生存の第一歩です。通信手段がある場合は必ず救助を要請し、ボードから離れずに救助を待ちましょう。体力を使い果たすとパニックに陥る可能性が高くなるため、まずは自分の状況を冷静に受け入れ、できるだけ多くの手段で助けを求めてください。自然の中でのアクティビティは未知の冒険のようなものです。常に冷静さを保ち、自分を信じて行動すれば必ず救助は来ます。あなたには生き延びる力があります。 SUP での遭難は過酷な体験ですが、正しい知識と準備、冷静な行動があれば必ず乗り越えられます。自分のサバイバル力を信じて最善の選択をし続けることが大切です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。